海道の雄大な大地から。行き着く先は完全なる静寂の世界。高度100キロから地球を眺め進路を進むのは、国内の民間企業単独で初めて宇宙空間に到達した観測ロケット。打ち上げ回数は7。そのうち3機のロケットが宇宙に到達しました。偉業を達成したのは北海道大樹町に拠点を置くインターステラテクノロジーズです。民間でロケットっていうのがやっぱ大事なんですよね。民間での実績っていうのを引っ提げて、じゃあ次の大きいロケットに行きましょうっていうのが今我々の立ち位置ですね。実はこの会社、トヨタとも大きな関係があるんです。インターステラさんにもそのトヨタのアセットを使ってもらって宇宙に飛び出していただく陸海空のモビリティ、その先に宇宙があってもいいんじゃないかと、そういったような形。宇宙産業と自動車産業のタッグは一体どんな化学反応を起こすんでしょうか。その未来の片鱗を取材しました。2025年1月、ラスベガス。Good afternoon, everyone. 世界最大級の技術見本市 CES で明かされたテストコースの街ウーブンシティの全貌。実はこの日、もう一つ大きな発表がありました。When it comes to what's possible when we work together, the sky is the limit. And speaking of sky, we are exploring rockets too. Because the future of mobility shouldn't be limited to just Earth or just one car company for that matter. この時、スクリーンに映し出されたロケットにはインターステラテクノロジーズの文字。ウーブンシティのプロジェクトをサポートするウーブンバイトヨタがインターステラテクノロジーズにおよそ70億円の出資をすることが発表されたのです。資本業務提携の狙い、それは強固な製造体制を確立し、ロケットを低コスト高品質なものづくりに転換すること。その現場を取材しました。豊田章男会長が今年の1月に CES で発表しましたロケット量産への道を取材に北海道の大樹町にやってきました。こちらがその現場です。よろしくお願いします。はい、すみません、富川と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらでロケットを作っていくということになるんですね。はい、ロケット開発している現場です。すっごい楽しみです。インターステラテクノロジーズは誰もが宇宙に手が届く未来の実現を目指し、2013年に事業を開始。その後、観測ロケットモモの打ち上げに挑みます。モモは弾道飛行を行うロケットです。地上から打ち上げられた後、宇宙空間まで上昇し、その後海面へと自由落下します。観測機器を搭載することで宇宙空間でのさまざまな実験や観測が可能となるのです。初の打ち上げは2017年。しかしなかなか思うようにはいきませんでした。快挙を成し遂げたのは2019年。
いやー、来るよ。98。モモ3号機が国内の民間企業単独で初めて宇宙空間に到達したのです。モモはサブオービタルロケットとも呼ばれ、人工衛星を搭載し軌道に投入するオービタルロケットを開発する上で非常に重要なステップでした。そして現在、インターステラテクノロジズではモモで培った経験を糧に小型人工衛星打ち上げロケットゼロの開発に取り組んでいます。今まずゼロっていうロケットを一生懸命やってるところなので、これをしっかりと打ち上げたいというところです。でただ単にこのロケットっていうとなんとなく打ち上げ花火みたいにこうなんかやってこう良かったねって思われる方が多いんですけれども、やっぱりそうじゃないんですよね。これはインフラです。宇宙に物を運ぶためのインフラを作ろうっていうのが我々なので、しっかりと定常的に宇宙に物が運ぶこういう輸送サービスっていうのを提供できて、初めて我々のこの民間企業としての事業が回り始めるところなので、まずプロダクトとしてなんとなくこうロケットって分かりやすいこのものがありますけど、大事なのは宇宙のインフラ、輸送サービスっていうのを作ることで、宇宙っていうのがこう一般のこう地上に住んでる人たちの経済圏として見えてくるっていうのが大事なすべき時代って思ってますね。そんな宇宙のインフラを作ろうとしているのはどんな人たちなんでしょうか。早速案内役を買って出てくれた中山さんと共に現場に行ってみます。こちらご紹介します。おお、なんかすごい。はい、失礼します。ここの工場はおおちょっと待って、そうです。何分の1かわからないですけど、はい、模型になります。ああ、やっぱかっこいいですね。これが新しいタイプの、そうですね。我々今開発している人工衛星を、軌道に投入するためのロケットのゼロという名前のロケットになります。かっこいいですね、ゼロ。でこのゼロの特徴がですね、はいこうちゃんと綺麗にこう鏡に見えるようになってるんですけど、見えるようになってる。エンジンがですね1段に9機、そうですね9機ついていて、でこれがですね2段式のロケットということで、はい、1、2段分にするんですね、はい、でここのエンジンがここにもついてますというところで、2段式のロケットで合計10機のエンジンがついているという、はい、ロケットになります。で人工衛星はこの先っちょのところに乗っていて、これがパカッてこれ開いて、はい、こう宇宙にこう分離して軌道に宇宙の軌道に投入するというロケットになります。衛星フェアリングと呼ばれるロケットの先端部分、実際の試験映像がこちらです。5、4、3、2、1、0。そして何より重要なのが大切な荷物を運ぶための推力を出すエンジンです。一応そのエンジンの開発をしている。エンジンここ、はい、エンジンお二方待ってくださってる。でこれエンジンです。これは実物大、実物大のモックアップといって、まあ、本物ではないんですけど、はい、モックアップになります。まさにロケットの心臓部となるエンジン。説明してくれるのは開発を指揮する山中さんとトヨタから出向してきた川村さんです。なんかいっぱいついてますよ。なんかこうおっちゃこちゃしてる、車よりなんかねいっぱいなんかついてますよね。まあ13トンぐらいの推力を出すエンジンです。すごい。はい、13トンのものがこのエンジンで持ち上がりますというもので、まあ200キロ強ぐらいの重さになっています。エンジンの名前はコスモス。大気町のシンボルであり、町の花にちなんで名付けられました。
液体窒素ってあったりするんですけど、それとかと同じような温度でマイナス160何度とかでここら辺は動いてますし、ここの中3000度とかいう風にかなり高い温度だったりするんで、もう材料のデータがないんですそれが隣り合ってるところに存在できるわけですもんね。材料だからそういう風な熱の膨張とかも考えなきゃいけないし、そもそもそういう温度だったらどういう風な強度になるのかとか、そういうデータも全部ないわけなんですよ。つまりは実際に試験をしてデータを積み重ねていくしか方法はありません。ここのところを今回試験しまして、ちょっと今見えました。ちょっと攻めすぎたはい溶けちゃう穴開いてる。ここまで一応これどこまでいったら限界があるかっていうのを試しながら、じゃないと最終的に行った時に穴開けてもしょうがないんでっていうので、リスクがあるところはこういうふうな最初の段階でまず攻めるだけ攻めて、ここに限界があるなっていうのを確認して、どんどん全体的なシステムとしてまとめていくというものです。こういうふうなところも時々ありますが、逆に言うとちゃんとここまで一つ一つの技術の要素を追い込んで設計をしているということになります。でそんなのをこうしっかりと支えてくれてるのが川村さんどうですかこっちに来て。はい、どうですか。いや非常に面白いですね。例えば真空を考えたりですとか、あとはエンジンですと結構油圧で動くものが多いんですけれども、油圧は使えないですとか、あとは冷却方式も、自動車エンジンですと水で冷却しているのがやはり違って、こちらですともう燃料の推進剤使ってそれで冷やしてっていうのをやられてたり、ちょっとそういう仕組みが結構違うところがあって、はい、僕としては新鮮でしたし、非常に勉強になっております。インターステラテクノロジーズの本社には部品を作るための工場が2つあります。調整中です。あれですね、ここだけ見ると町工場みたいな感じですね。このまた金属の香りとかいいですね。本当。こうした自前の工場があるのもロケット開発における強みの一つ。開発のスピードを上げるってさっきおっしゃってましたけど、そのためにどんどんやっぱりこれ作ってってくるわけですよね。そうですね。今回これの加工は朝にその寸法が出て昼までに加工してで昼から取り付けて試験をその週の最後にやるっていう、すごいスピード感、はい、そういう加工をやってます。例えば部品が何か起きちゃった、この欲しいって言った時に外の業者さんにやってもらうともうそれで1週間止まってしまう、ただ我々ちゃんと持ってるのでもうその日中に用意してもう持っていける、で次にはもうリカバリーできる、そういったことができる。開発のスピードが上がる。はい、我々開発をいかに早く進めるかっていうのが重要なので、はい、こういう工作機械も持ちながらやってるというところです。はい、こうして作られた部品は計測室へと運ばれます。すみません、お邪魔いたします。でロケットの部品ってやっぱりしっかり出来上がってるから、やっぱり寸法とかしっかり測定して検査していかなきゃいけないので、今我々本当に今ロケット部品本当に製造しているところなので、こういった検査もしっかり体制整えなきゃいけないということで今まさに何かされようとしてますよ。そうです。はい。この日はロケットのエンジンに使われるターボポンプの部品を検査しているところ、1ミリの1000分の1にあたるミクロン単位で測定を行っています。動いた。今部品の位置を機械に認識させる作業をしています。はい。うわ、細かっ。内径かと思ったらその中のさらにちっちゃい穴。今穴の中を測定しております。うわー、すっごい。ターボポンプの部品っていうのは一番精度を要求される部品になってくるので、はい、ロケットの中でも。そうですね。ここでしっかり測って問題ないかを見ないと、エンジンが組み上がって燃やした時にトラブルが起きちゃう。こういうのをしっかり車内でできるっていうのがすごい重要。部品の検査を取りまとめているのはトヨタ自動車北海道から出向している鈴木さん。
チャレンジングな仕事だなと思っております。やはりこの産業がまだこれからというところ、 TMH では主にプロジェクト関係を担当していたので、その考えやり方っていうのを、こちらでも流用できればっていうことで、日々メンバーと一緒に悩みながら業務に邁進してるっていうところです。多様な人が開発に取り組むゼロ。先端部には衛星を搭載するフェアリングがあります。ゼロは2段式のロケットのため、1段目2段目それぞれにエンジンや推進剤タンクなどがついています。そして次に案内してくれたのは推進剤タンクの開発現場です。続いてはですね、エンジンの中でも一番大きな構造物のタンクですね。タンク、燃料が入るタンク一番大きいやつですね。の溶接とかをするようなところになります。ご紹介します。大きい。はい。すみません、よろしくお願いします。富川と申します。よろしくお願いします。小谷です。大きいですね、やっぱり。そうですね。タンクの実際のゼロのロケットのタンクサイズのジグになります。はあ。でここでは何をしてるんですか？これ実際に今ついてるものがタンクの部材になりまして、タンクの部材と部材をつなぎ合わせ、溶接でつなぎ合わせるという工程になります。ここで。そうですね。溶接といってもそこはやはりロケット。当然一筋縄ではいきません。これが実際に溶接したもの。溶接、いきなり溶接すると、なかなか一発で決まらないので、これもいろんなパターンでもうすでに数百枚数千枚ぐらいを実はやっています。それでもまだ担当者はもうまだまだこれからだとまだ精度が足りない。そうですね。今ちょうど動いて、動いてるゆっくり回転しております。最後くっついて、上から溶接をしてこうぐるぐると回しながら溶接をしていくという工程にこうやってなっていくってことですね。回してって。そうです。溶接、この条件とこのスピードといろんな掛け合わせで一周うまくできるかっていうところがかなり難しいポイントです。ロケットは重量を限界まで減らさなくてはならないため、タンクをどこまで薄くできるのか、今も挑戦が続いています。これタンク。ちょっと内側を見ていただきたいんですけど。うわー、すごい細か三角形が並んでる。これはグリッド加工といってですね、要するにもっと肉薄にするためにより削って軽くしてます。でも強度を保つためにこういう構造の設計になっていて、それに従って削ってると。すごい、なんか透けてるように見えるぐらい薄そうですね。でもともと4ミリなんですけども、さらに削ってもう1ミリ2ミリぐらいのところをここの間、触ってみていいですか？大丈夫です。それでもまだ十分な出来ではないようで、もっとこの加工をですね、違う形状の加工にしてみたりとか、例えばこれの今、例えばこの状態では曲げられるんですけども、違う形状にしたら今の持っている機械では曲げられないですね。なのでその新しい機械を持って曲げられるように、そっちもちょっと見ていかないと。面白い。もうやりたいことはたくさん考えても考えてもキリがないですね。そうです。でもそれを一つ一つ潰していって、試してみて、そうです。でどっかで見つかるんですね。そうです。日夜これを一生懸命やってるのも、その宇宙産業を変えるための一歩一歩なんですよね。そういった意味では担当者もそういう思いを持ってやってもらってるっていうのが、うちの強さというか、そう思ってます。このタンクをですね、試験する場所があるんで、タンクを試験。溶接が終わったタンクはすぐそばにある施設で試験が行われます。ここがですね、タンクを立てて、中に水を入れて、その圧力に耐えられるかとか、その強度、圧力ですねに耐えられるかというのを見せるための測るためのですね試験棟になります。
こちらが試験の様子。タンクが破裂してしまったように見えますが、実はこれが狙い通り。溶接のところもそうですし、設計のところもそうなんですけども、ギリギリのところまで追い込んでやってますので、ちゃんと狙ったところで壊れるかっていうところがロケットを軽くする上で重要なので、壊すんですね。はい、なので最後壊すところまでやります。実際にやっぱり壊さないとその限界に挑戦できないっていう。はいね、設計する段階で解析をして、こうなるはずであるというふうにやってはいるんですけども、本当にそうなるんでしたっけっていうところを、ものづくりのばらつきもありますし、材料のばらつきもあったりするので、そういったところ込みで試験をやって最後に確認をするということをやっています。巨大な試験場は他にも。ここはエンジンを実際に燃焼させて性能を確かめる燃焼試験棟です。ロケット開発において重要なマイルストーンである試験。そんな試験場を任される遠藤さんは、今までやってきたことの答え合わせですね、設計は正しかったのかとか、この試験の方向性はうまくいってるのかとか、いろんな人がやってきたこの作業の最後の答え合わせですので、満点取ってくれれば嬉しいんですけども。うわー、かっこいい。失礼します。指令室みたいな感じ。試験のここで操作をするところになります。近くでやるとやっぱ危ないのでとかいろいろあって、少し遠いところに操作できるのをします。大丈夫ですか、作業は。すみません。塩見さん。製品だけじゃなくて、この試験の品質をちゃんと見なきゃいけないということで、品質も含めて見に来てるということで、今試験のところに。その試験の供したい部品と、あとは設備ですね、設備も、自分たちで設計してやってますので、そこの設備に対しても不具合が出たりします。その不具合を追いかけながら、私たちの方で第三者的に確認して試験品質を高めるというような活動をしています。実は塩見さんもトヨタグループからの出向組。インターステラテクノロジーズとトヨタグループはかなり活発な人材交流を行っています。もともと5年ほど前から改めて個人としても組織としてもトヨタグループさんのご縁があったんですね。そうした中で改めてやっぱり弊社のものづくりの可能性を感じていただいて、まずは出向者の形で人的な交流を始めましょうって言って始まったっていうのが背景になります。ウーブンと一緒にやるっていうのもどうですか？やっぱそこは非常にポイントで、やっぱり今回トヨタグループさんの中でウーブン様との提携ってやっぱり一番ポイントだとやっぱり思っておりまして、まさにウーブンさんもトヨタ様のやっぱそうそうたる歴史がある中でやっぱりモビリティの変革を担うやっぱり一丁目一番地のある意味スタートアップだとやっぱり思ってるんですよね。そうした意味ではやっぱり弊社のスタートアップの親和性がやっぱりそこでもあって、やっぱりモビリティの世界を拡張したり変えていくっていうところが全く同じ思いかなとやっぱり思っています。さらに CES での発表の後、新たに社外取締役として加わったのがウーブンバイトヨタの熊部 CEO です。私どもウーブンシティっていうところで未来を作ってます。でそれどうやってるかっていうと、やっぱりトヨタの豊富なアセットというかアセットを使って街を中心になんですか、モビリティカンパニーに向かっていこうと。でインターステラさんにもそのトヨタのアセットを使ってもらって宇宙に飛び出していただく、だからそういう意味でいくとなんて私ども陸海空のモビリティ、その先に宇宙があってもいいんじゃないかと、そういったような形で一緒に向かっていくんだろうなというふうに考えてますね。2025年8月4日、トヨタとウーブンバイトヨタはインターステラテクノロジーズが
共立製薬およびトヨタグループ10社とともにインベンターズ発明家の一員になることを発表しました。 CES で参画が公表されたインベンターズについてはトヨタイムズのウェブ記事で特集していますので、ぜひこちらもご覧ください。まずはこうウーブンシティっていろんなインベーターの方、当然ウーブンの人、トヨタの人、いろんな人が集まる場でもありますので、そこにインターステラーの人が入ってくるといろんな方といろんな掛け算でいろんな価値が生まれると思うんですよね。はい、ロケット、宇宙っていうのもあるんですけども、そことウーブンの今いるいろんなインベーターの方がこう混ざり合って掛け算になると何が生まれるか、本当にこれワクワクすることだというふうに思ってます。はい、ワクワクする場所を最後にもう一つご紹介します。続いては何ここ入っていくの？砂利道通っていくんですね。ね、雄大な海が見えますよ。あー、すごい綺麗海。ということでやってきたのはローンチコンプレックス1と呼ばれるゼロの発射場の建設現場です。北海道大樹町さんはもう40年間ですね、航空宇宙の街っていうところでずっとやってきています。40年間やってきた大樹町さんと一緒にまさに宇宙を目指して頑張っているというところになります。なるほど。やっぱり海の近くなんですね、発射場は。はい、おっしゃる通りですね。北海道の海に近いところっていうのは今ちょうどこちらの方が南になりますね。で、南の方大きく開けてると思います。はい、開けてますね。はい。で、こちらの方に飛ばすっていう場合がまず一つと、で一つはこの東の方ですね。こちらの方にも開けているんですけども、こちらの両方に開けているっていうのが非常にロケットを人工衛星を飛ばす上でいい条件になります。なるほど。他にも晴天率や台風の影響が少ないなどの理由からこの場所を選んだそうです。打ち上げる方向、それから天気、それからこの国道が面していないと、こういうところのいろんな条件がある、もう本当奇跡の土地と言っても過言ではないぐらいの場所になっています。この後どうなっていくんですか、これは。今ご覧になっているのがまさに発射場の中の沿道と言われるところでして、この今四角く枠がありますけれども、この上にシャザーと呼ばれるロケットの台座がありまして、その上に今見ていた開発中のロケットが立ち上がるといったイメージでございます。このですね、左手側、今まさに今土地が造成された後ですけれども、この土地のところにロケットに充填する推進剤とか酸化剤ですね、そういったタンクとかプラントものを設置していくという工事を。周りの設備も結構必要になってくるんですね。はい、さようでございます。はい。ローンチコンプレックス1は2026年の秋以降に完成予定です。インターステラテクノロジーズは発射場が完成次第できるだけ早期にゼロを打ち上げることを目指しています。どんな具体的にはモデルを考えていらっしゃいますか？はい、宇宙に物を運ぶってなかなかイメージつきにくいんですけれども、宇宙に物を運びたい人たち今実はたくさんいるんですよね。例えばカメラを載せた人工衛星で地球をより見たいだとか、レーダーを載せた人工衛星で地表の凸凹だとか土砂崩れみたいなものを予知したい、水道管がどうなってるかみたい、いろんな地上の困りごとを解決するのに宇宙を使いたい人っていうのが実はものすごくたくさんいます。こういうところが、宇宙に行きたいってなってもロケットが買えないんですよ。で今極端には2年とか3年待ちなんですよね。2年後3年後の宇宙に行くための手段しか買えないぐらいになってたりするし、こういうところを解決するためには宇宙に高頻度に運ぶロケットが必要で、こういう宇宙に物を運びたいの荷物というか人工衛星ですね、人工衛星を大切な運ぶ荷物としてお預かりして宇宙にお届けしますっていう、これがロケットのビジネスなので、やってることは荷物を運ぶっていう、それが地上と地上じゃなくて地上と宇宙っていうのが我々の特徴っていうところですね。まだまだ先は長いですし、夢はいっぱいありますね。やらなきゃいけないことはいっぱいあるので、我々の会社名このインターステラって星と星、恒星と恒星、
の間の技術の会社ですっていう名前になってます。一番最終的にはもう本当に地球をもう飛び出る、太陽系飛び出るぐらいの、そういう高い志の会社名にしているので、まず宇宙にタッチした段階が今の段階なので、まだまだやるべきことはいっぱいあると思います。